こんばんは。はるけです。今回はディフェンダー選手ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回はですね、新イベントの選手を新しく追加をして更新をしました。じゃあそれでは早速紹介をしていきます。こちらがですね、ディフェンダー選手の最新版のティアリストになってます。まずは D ですね。D はですね、新しく追加した選手で言うと、バーサスのギュンターですかね。この選手に関しては、パスもあまりうまくはなく、守備能力もそこまで、高くはなく、またフィジカルに関してもそんなに強くはない。で、空中戦もそんなに強くないっていう風な感じにはなってしまいますね。ペースがある、クイックステップのプラスとか、スピードの能力っていうのがあるっていうのは全然いいんですけれども、サイドバックとしてね、速い選手っていうのは他にももう山ほどいますし、新イベントの選手として出てきたんですけど、ちょっと物足りないなっていう風には思いますね。で、そして続いては C ですね。C はですね、前回と比べると新選手の追加っていうのはないんですけれども、ダイナスティーズのシュロッターベックだったりとか、あとは金のハキミかな。を少し下げたということになってます。で、また TOTW のガブリエルなんかをここに入れました。まだ使いようはあるといった選手になりますね。で、そして続いては B ですね。B はですね、新選手としては目標で来てます。ダンテですかね。TOTY 特別賞のダンテになってます。で、またですね、こちらも下げた選手が何名かいて、FC プロライブのオグボンナだったりとか、強いんですけれども、サンダーソラックのゴメスだったりとか、ブレーメルあたりを下げたということになってます。あとはセンチュリオンズのコールですかね、を下げてますかね。で、新選手のダンテに関しては、0コインで獲得できるっていう考えるとめちゃくちゃコスパはいい選手になりますね。守備力だったりとかフィジカル能力っていうのは相手が TOTY の選手でもしっかり見せてくれる、そんなセンターバックにはなりますので、普通に全然強さはあるし、スタメン級の選手だと思います。ブロックのプラスだったりとか予測、ブルーザー、エアリアルついてるっていうのはセンターバックとしてね、素晴らしいなってね思いますし、普通に全然ありな選手になります。で、そして続いては A ですね。A はですね、新選手としてはバーサスのリュディガーになってます。他はですね、結構現環境ちょっとガラッと変わりまして、ウィンターワールドカードのウォーカーだったりとか、あとはサリバ、クンデ、ハバーツあたりを下げたということになってます。そしてバーサスのセルヒオ・ラモスなんかもここに下げたっていう風なことになってますね。で、また FC プロライブのクリバリは90に能力上がったっていうことで、少しランクアップをしたという風なことになってますね。新選手、リュディガーに関してはですね、普通に強い。やっぱり、リュディガー、今作これが初特殊になるんですけれども、十分今の環境でも A ランクに相当する力っていうのは持ってますね。普通に現環境の中でも強さがある。そんなセンターバックになります。エアリアルのプラスついてることによって、やっぱり空中戦の強さっていうのはありますし、コーナーキックからね、叩き込むっていうことも十分にできる選手になります。ペースに関しては全然遅さっていうのはないですし、しっかり守備力だったりとかフィジカルっていうのも強い選手にはなりますので、全然戦えるようなそんなセンターバックになりますね。あとはパス能力っていうのもちょっと上がってるっていうのもいいのかなというふうに思います。で、そして続いては S ですね。S はですね、新選手としては TOTY のファンダイク、そしてルーベン・ディアス、フリンポン、テオレナですと、Y で強化をされてきた選手たちが、当たり前にというか、現環境最強のランクに入ったというふうなことになってます。で、またですね、フラッシュバックのアルフォンソ・デイビスだったりとか、バーサスで来たトモリ、あとは TOT アイコンのリオ・ファーディナンド、ここら辺の選手を追加をしてます。まずはですね、TOTY のファンダイクですね。値段を見たんですけれども、ぐんぐん高くなってて、センターバックとしては破格の900万ぐらいかな、になってます。過去作を見てもこれだけダイクがね、高かったっていうことはなかったですし、ちょっとセンターバックとしてね、これだけ高いっていうのは考えられないなっていうのは思いますね。さすがに高すぎるなっていう風には思いつつ、強さっていうのはやはりめちゃくちゃありますね。貫通しないっていう風な部分と、あとはスピードでもね、速くなった、追いつくようになったっていうのは非常にでかいなっていうのは思います。で、また空中戦に関してももう本当に最強のセンターバックになりますし、あとは振り分ける能力でも高くなった、より高くなったっていうのは本当素晴らしいなと思います。で、またプレイスタイルに関してもプラスで予測、そしてブロック、ここの、センターバックとして重要な2つがついているっていうのは非常に素晴らしいなと
思いますし、ジョッキーだったりとか、ブルーザー、またエアリアルもついていたりとするので、めちゃくちゃ強いなというふうに思いますね。で、そして続いては TOT はルーベン・ディアスですね。この選手もですね、Y になったことで、ペースが非常に上がりました。爆上がりと言ってもいいぐらいの上がり幅があるなというふうに思いますね。で、もともと、金の時からもそうですけど、守備能力というのはしっかり高かった選手にはなるので、守備位置だったりとかフィジカルに関しては、よりこう、ちょっと強化されたっていう風な感じに、なりますね。で、また、リアクションだったり、冷静さっていうのもこの人めちゃくちゃ高いっていうのは本当に素晴らしいなと思いますし、ドリブルの能力っていうのも Y になったことで、よりちょっと持ちやすくなった、事故らなくなったっていうのは本当に素晴らしいなと思います。で、かつ、ショートパス値、ロングパス値っていうのもめちゃくちゃ高くなっていて、ビルドアップも本当に安定できる。また逆足読んでし振り分けられる。そんな選手にはなってますので、本当にね、攻撃にもちょっと関わっていけるような、そんな選手にはなりますね。で、またこちらもプレイスタイルプラス2つついていて、ブルーザーとインターセプト。このプレイスタイルに関しても、センターバックとして、またディフェンダーとしては重要なプレイスタイルになってますので、これがプラスで2つついているっていうのは素晴らしいなと思います。で、またブロックとか、予測だったりとか、エアリアルとか、ついていたりとかするので、こういう人も本当に最強クラスのディフェンダーになりますね。で、そして続いてはフラッシュバックのアルフォンソ・デイビスですね。デイビスに関してはスキルが5になったっていう風なことで、より攻撃性能が上がりましたね。またペースはカンストをしまして、ドリブルだったりとかもより軽くなって、パスもね、上手くなったっていう選手。で、また守備能力に関してもしっかり上がりまして、80っていうのは能力値低いんですけれども、この80とは思えないぐらいの力っていうのはやっぱりデイビスにはあります。キーの時から自分は言っていたんですけれども、やっぱりデイビスに関しては能力以上の守備能力がね、あるというか、使ってたらわかるんですけど、なんか全然守備で穴にならないっていう、そういう選手になりますね。また勝手に取ってくれたりとかするし、やっぱりデイビスありがとうって思うことが非常に、ありますね。80万ぐらいで作れる、ちょっと高額な SBC で、またね、サイドバックなんで、だと思うんですけれども、十分作る価値っていうのはある。もしかすると作らないと本当に後悔するような、そんな SBC 選手かなと思います。こういう性能がありながらドリブルでもいける。かつクロスのプラスが新しくついたので、単純にクロスを上げるっていう風な役割のサイドバックとしても優秀だという風に思いますね。めちゃくちゃ自分は強いです。本当に作ってよかったですね。で、そして続いては TOTY フリンポンですね。Y の RB という風なことで、史上初ですかね。作品史上初めてフリンポンが Y で来たということになってます。やはりクロスのプラス、ラピッドのプラスがついたことで、本当にこの人も攻撃性能っていうのがめちゃくちゃ高い。あとはやっぱりドリブル軽いし、かつスピードもこの人もね、完走をしてますので、めちゃくちゃ使いやすい。めちゃくちゃ使いやすい上に、守備もできるようになってるっていうのはやっぱり Y のね、すごいところですし、フリンポンの場合も、金の時からそうですけど、能力以上に、その守備能力っていうのは気にはならなかったところが、ちゃんと能力も上がってるっていうのが、本当にえげついですね。だから何でもできるっていう、ほんまそんな選手になりますね。フィジカルに関しても弱いんですけど、能力は。ただ、やっぱペースがね、その爆速すぎるからか、フィジカルで勝てなかったとしても、相手がドリブルしてる中でボールタッチが離れた瞬間に、そのスピードを生かしてグッと前に入ったりとかができる選手にはなるので、本当にこの人もめちゃくちゃ強いですね。さすが Y という風な感じです。で、そして続いては TOTY、テオエルナンデスですね。Y の LB という風なことで、今作はテオということになったんですけれども、やっぱり守備。この人は本当に守備能力っていうのがもうめちゃくちゃやばいです。フィジカルも強いし。で、この人はもともと守備値自体はね、そんなに高くはないんですけど、多分多くの方はね、テオの守備を不満に思うってことは、そんなにないんじゃないかなっていうのは思います。なので、もともとこの人も能力以上に強さを感じれる、そんな選手になってますので、それが単純に能力も上がったっていうのが、めちゃくちゃえぐいところですね。また、ペース、スピードでは負けない力を持ってますし、LB じゃなくてもセンターバックも任せれる速さと強さっていうのがあるのがテオになってます。で、また、攻撃する際に細かいタッチっていうのがやっぱりどうしてもできない。そういう選手にはなってしまうんですけれども、Y で若干そこも改善をされたっていうのはいいところなのかなというふうに思います。なので、この人も本当に何でもできる。守備が最強で、他のことももうなんかほぼ完璧にこなせるみたいな、そういう選手にはなってますので、めちゃくちゃ強いです。で、かつ、
クイックステップのプラスだったりとか、ジョッキのプラス、ここのね、プレイサルプラスに関しても、めちゃくちゃ優秀だというふうに思いますし、本当に資格なしというふうな選手ですね。で、そして続いてはバーサスのトモリですね。トモリに関しては、Y と比べても、いいぐらいのですね、力っていうのがある、そういうセンターバックになります。もちろん Y ほどではない、それこそダイクとかルーベン・ディアスほど、やっぱりこう強さっていうのはね、ないのかもしれないんですけれども、ただトモリ十分 S ランクに入ってもおかしくはないという個人的な評価ですね。やっぱりトモリ使った時やっぱ強いなっていう風に感じますし、スピードもね、速いし、守備能力もしっかりしながらフィジカルもね、ある選手にはなりますので、普通に強いです。で、またブロックのプラスついたことで、しっかりシュートブロックっていうのも行ってはくれますし、予測がないっていうのがちょっと残念ではあるんですけれども、ただですね、逆足4でね、振り分ける能力っても若干は、ありますし、十分強さっていうのがある選手になりますね。で、そして続いて TOTY アイコン、リオ・ファーディナンドですね。ファーディナンドに関しては、ベースからめちゃくちゃ強化をされました。ペースは87まで行きまして、ディフェンス能力、フィジカル能力ってもめちゃくちゃ高くなってます。プラス5上がりかな、されてるので、本当に別人レベルの、本当に最強、全盛期のリオが来たなっていう風な感じですかね。また予測のプラスだったりとか、スライディングのプラスっていうのがついているっていうのは非常にいいのかなと思います。特に予測ですかね。スライディングに関しては使う人使わない人結構分かれてはしまうプレイスタイルにはなってしまうので、予測のプラスでは結構でかいなというふうに思いますね。で、またですね、エアリアルついていたりとか、ブルーザー、ジョッキーとかもついていたりとかするので、この人も非常に強いなというふうに思いますね。また、そういうこうプラス5上がり、ベースからね、されたことによって、ドリブルとかパス面っていうのも改善されたっていうのは結構大きい部分かなっていうのは思いますね。こちらがディフェンダー選手たちの最新版のティアリストになってます。もちろんね、ここに入れきれなかった選手多くいると思うので、気になる選手がいればですね、気軽にコメントいただければ嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。